大島君登場でございます。はい。そう、顔出しは多分初かもしれない。初かもしれない。お疲れ様です。お疲れ様でした。チャンネルなんか出たよね。そうですね。モストレーシングチャンネルっていうので、まあ自分たちが普段集まってるところのまあビデオログみたいな感じで、たわいもないやつやったりとか、たまにセッティングの話したりとか、あとはまあ遊び来てもらったタミヤ絡みの人がいろんな人来てくれるようになってるんで、その車取材させてもらって、まあそれを動画紹介させてもらったりっていうチャンネルがありますんで。最近タミヤ熱いもんね。そうですね。去年一昨年くらいから盛り上がってもらっておかげさまで楽しくなってますので。大島君 RCDC でね3本目走り終わって今の心境は？いい勉強になりましたね。やっぱり普段やってるのと違って短時間で車詰めなきゃいかなかったりとか、審査員のこと考えて、まあ審査員基準に合わせたライン取りとか振り出しとか、それができなかったので結局点が伸びなかったので、まあもうちょっと腕を磨いて、車的には悪くなくて多分乗る人が乗ったら通る車なのかなと思ったんですけど、本当に腕の差が出る大会だなと思うんで、出ないと分からなかったですね。モニター越しじゃもうちょっとって思ったんですけど、あとはステージ立った時は気分いいですよ。緊張以上にすごく気分がいいです。上がります。楽しい大会なので、ぜひいろんな車種関係なく出れるんで。そうですよね。一応レギュレーションの際ね守っていただければそれで出れるんで。もらえればぜひ挑戦してみたい方は。はい。大島君好きな女性のタイプは？堀北真希。あまり化粧が濃くないタイプが好きというナチュラルな感じが好きですね。じゃあ大島君のマシン見ちゃいます。これはアディクションの90スープラのリアルグレード、ホイールベースが短いやつです。247ってでフロントトレッドがまあ195でリアがまあ202ミリくらいですね。タミヤにはきついですね。200超えるとそれなりに苦労はあるので。なるほどなるほど。やっぱりまあ好み的にはやっぱりちょっと面にしたかった。やっぱり見た目がね。そうですね。大切だもんね。乗る人は。こちらでございます。はい。なんと TT なんですよね。はい。01で挑戦しています。01で出た人いるかな。バスタブは過去にドリパケで出た方がいるみたいな。いるあれね動画で撮ったもん。はい、そうですね、見ました。であれで見て、あ、レギュレーションちょっと切っていいんだシャーシみたいな。あ、そう、加工 OK だからね。それがダメで去年ちょっとどうしても後で紹介するんですけど、サス動かすのにちょっとシャーシ箇所切らないと、まあ定番の切るところがあるんですけど、それやるともうダメなんだろうなと思って出なかったっていうのもあるんですけど、それがもうその人がいてくれたんで、あ、出れんじゃんって思って。じゃああの動画役に立ったんだ。立ちました。じゃあ世界初タミヤで RCD 2023年11月現在日本一走る TT01 になったんじゃないですか。タミヤ最強。水槽まで行ければ胸張って入れたんですけどね、乾燥でちょっと落ちてしまってるので。いや、よう頑張ったと思うよ。フロント周りからオイルって何使ってる？これは30番とか30番一番硬いやつ。なるほどなるほどですね。リアも前後30番。前後30番で、こっちが引きダンパーでこっちがパッツンダンパーっていう、なるだけちょっとまあタイヤの感じがやっぱ滑りやすいタイヤだったんで、ちょっとフロントかけやすくするためにパッツンにしてるっていう。やっぱ細かいとこ詰めないとやっぱこういう車だと勝てないので、ちょこちょこいろいろチェックしながらやってます。キャンバーキャスターフロントってどのぐらい？キャンバーが確か9度で、キャスターは多分これコンバキットと違って7度くらいなんですよ。コンバキットより少なめになってますね。これはMRC さんのナックですね。あれね、まあコンバキットについてるナックです。なるほど。はい。それにまあうちは穴開けをしてる。なるほど。B ナック1で今回は出てます。あ、普通のやつ使ってんだ。MRC の。やっぱりサポートされてるんで。あ、そうなんだ。はい。開発者だしサポートされてもらってるんで。今知ったそれ。そうなんですよ。これ開発した車両なんですよ。コンバキット製作って自分たち設計者なので。あ、そうなんだ。はい。なんで正直このナックルの寸法って自分たちが決めた寸法なんで欲しいナックルなんですよ。もう。あ、なんだ、早く言ってよ。だから柳さんと繋がれたんですよ。あ、なるほどね。だから柳さんの意見をフィードバックして02の今後とかいろんな車体に生きてくるんで。偉い人じゃないですか。いえいえ。なんで自分が欲しい位置に TT01 に合わせて作ったナックルなんで、もちろんこのナックル使います。阿部寛の魔球でちょっとね、だいぶすごいのが隠れちゃってたからね。そうですね。はい、一緒に来た阿部君の。でベアリングもコンバキットに付属のベアリングですと。でまあアクセルだけこっち見てもらうと分かるんですけど、まあいわゆる外から締めるタイプっていうか一体側のハブっていうんですかね。アクセルとハブが一体のタイプにして、まあ転がりよくしてる。今回のに合わせてまあちょこちょこカラーを調整して、多分すげえ微妙なところでコンマ8とか入れるんですよ。あ、本当。まあ我慢合わせて、普段多分キットだと001なんですけど、まあこれはだから参考にならない数字かもしれない。そうだね。この要は大会の系スペシャルだもんね。そうですね。この仕様スペシャルなんで。なるほど。ワイパーもコンバキットのワイパー。はい。でこれはリアのアッパーアームをフロントに持ってきている感じですね。要はフロントをコンバキットより下げて使ってるので、この位置が昔やってた01仕様というコンバキットの設計者の位置に戻してる感じで。でそれに合わせてロアームは YD のものを使ってちょっと下げて、この仕様なんでちょっとキャスターが調整できる、ロア側で調整ができる。やってんね。やってます。
じゃあリア行きましょうか。01のノーマルです。ノーマルですか。はい、全くノーマルですね。ハブだけちょっと見えづらいんですけど、ホイールでさっき言ったんですけど、204ミリも幅があるんで、これクローラーの15ミリのハブ使ってます。いや本当に TT のノーマルの足なんだ。これすげえな。いろいろ試しでは02のリアナックルをやったりとか、いろんなナックルをやったんですけど、やっぱりこのナックルが一番トラクションかかるんですよ。はい、リアにキングピンが入ってるのもあったりとか、いろんなのもあるので、それを使うのがやっぱり一番楽かな。ロアームは TT01 ってノーマルが257で、ロアームをひっくり返すと251ミリにできるので、こっちを下げて247にしてる。これ裏側もう一回見して。はい。本当に TT のままだねこれ。そうですね。さっき言ったのここをちょっと切らないと。いやちょっと今ね感動しちゃったな俺。マジでここまでやってんだと思って、ちなみにリアってこれキャンバーどんなものでやってる？このタイヤだと自分は1度半から90度寝かせる方に入れたところなので、多分 1.8 度とか 1.8 度、車の特性もやっぱあると思うんですけどね、普段はトップラインなんで、トップラインだって4度近くですから、ここだって結構空で横は多分逃がしたいんだろうねみんな。そういうのもありますね。でアッパーデッキはタミヤのね、タミヤの純正なもんね。メカいきますね。ホビーウィングの XD10。はい、モーターもそのコンボでついてる D10 ってやつ D10 の何ターン？これは 13.5 ターン。13.5か。ユヤヒでちなみにどんなものやってる？9ちょっとくらいにしてる。9ちょっと。タイルは3話の SGS02 です。ってことはサーボは CL2 になってます。SXR の CL2 ってやつね。そうですね。大島君ありがとう。はい、ありがとうございました。そんな開発者だと全然知らんかったな俺。何も知らずずっと喋ってたよ今まで。オーラがないのであまり、なんで気軽に何でも。タミヤだけは多分詳しいかな。でも01が一番詳しいかもしれないですね。02はまだ柳さんの方が詳しいと思うので、自分も柳さんに02も相談したりとか、ネットで相談とかするんで、今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも。